こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生の庭から皆様にお伝えしています。大きな松だなぁとお思いでしょう。黒松の岩石礁。まさに巨大なものですが、高砂庵故岩崎泰三先生の急造品で、名画大王。現在は京都にあります財団法人京都国際文化振興財団の所蔵品を私どもでお預かりしています。大観天などで有名で、慶雲庵とお伝えした方が分かりやすいかもしれません。今日は財団の特別なご了解をいただいて、この日本を代表する財団法人が所蔵している名木の数々をご紹介したいと思います。お楽しみください。まずは先ほどご覧いただいた黒松岩石礁大王。樹齢は約300から400年と言われます。岩崎先生がお持ちだった頃の2倍の大きさ、太さになった木は、海外でも高い評価を受けて、岩崎の岩石礁と言われています。まさにごまかしのない立ちすくむその姿は、その名にふさわしく、威風堂々の名木です。歴史的な背景を背負う黒松、名鎧掛けの松。第15代征夷大将軍、徳川慶喜公の居合樹と伝えられています。独特な立ち枝作りのこの大型な木は、徳川家初代家康公の伝承に基づいて、戦の最中に鎧をかけた木に似たりということでその名がついたとされています。慶喜公の後、明治の世から昭和へ、義久公、義満公と受け継がれ、義満公夫人、会津松平家よりの和子夫人によって市政に放出されました。世に出ていた時は衰弱した木は20年の時をかけて見事な姿となり、果実、京都二条城の国宝の間にも飾られました。歴史的な大型樹の最高位とされる一樹です。宮様楓。明治天皇のご兄弟であった伏見宮貞成親王の居合樹として伝えられています。石突きのこの木はおそらく300年の時を迎えているでしょう。台湾の重責を担った伏見宮様がかの地より持ち帰り、戦前は伏見楓と言われていたものが、現代宮様楓として数多くの盆栽が私たちの世界にもたらされています。圧倒的な灰色の紅葉、新芽の美しさ、財団を代表する造木盆栽の一つです。黒松岩石礁の模様木。大型なこの作品の名は大隈。この木は明治の内閣総理大臣、紙幣の顔にもなっている早稲田大学の創設者、大隈重信公の急造品として有名です。大隈公は明治を代表する盆栽愛好家として知られています。早稲田大学構内にも数多くの名木があったと伝えられ、この木は大変な樹勢を誇りながら、この時代まで百何十年の時を経て健常に生き抜いています。一位、名誉、献身峠。推定樹齢800年と言われるこの木は、長く新潟の地で
秘蔵されていたものです。新潟県の憲法にもこの木は紹介されて認められていますが、戦国武将の雄、上杉謙信が北条征伐のために関東へと峠を越えるときに、ふと道の脇を見ると、雪に埋もれながら生き抜くたくましい曲がりくねったこの木を見つけ、我が生き様に似たりと自分の姉上であった坂戸城城主のもとへ届けようということで、その城内の庭に植えられたと伝えられます。明治の世になって元上杉家臣だった人が新潟方面で大切にあったもの、もう少しで県の保存すべきものとなるところを、財団の懇願で今は大徳寺宝宗院に映像の形で飾られています。盆栽界では数少ない、いや古木となれば唯一と言えるヒマラヤ杉の盆栽です。150年の時を過ごしたこの木は、大宮盆栽村名匠村田久蔵先生による作出です。日本盆栽協会初代会長であった戦後の名才僧吉田茂先生の急造品としても有名です。小伊万里の名鉢に合わせるという美術館ならではの姿で大切に保管されています。五葉松直巻の名樹、名寿。200年を経て、そそり立つような喫立その姿は直感の理想とされています。この財団の創立者、以前の高木盆栽美術館、高木礼二先生の愛蔵品であったものです。古くは若き高木さんに、若い君は盆栽が好きならこの木をあげようと、堀野良之助先生がおっしゃったエピソードがあり、高木さんは、いただくわけにはいきません。この木にふさわしい私になれた時に、私が自分で手に入れられるように頑張ります。そのような逸話を持つ木は、高木礼二さんが初の国風賞受賞へとなった歴史深い思い出深い一樹です。豪快な岩石章の肌を持つ赤松、名高麗。その名の由来は、故岩崎泰三先生が世界を巡る中で、韓国の地で山取りされた木を入手したことによります。名将木村正彦先生により、幹途中から樹幹を左に戻すという圧倒的な技術によって、この高麗は名樹へとなりました。現在は財団の顔といえる盆栽の一樹として、皆さんへの披露の時を待っています。赤松大木、名天正。樹齢500年と言われるこの木は、信州を代表する愛好家、故小口健一先生の名園、鶴竜庵で半世紀を超えて愛培されていたものです。赤松の豪快な木として、財団の黒松、赤松、五葉松という三種松の中の代表樹的な一本でもあり、国風賞を受賞した盆栽界の宝でもあります。楓石月、名頑丈の誉れ。盆栽大家小泉薫先生が亡くなるまで大切に自身の庭で
愛培したものです。古くは木村正彦先生、鈴木真治先生たちを輩出した大宮盆栽村名園、東樹園初代浜野元助先生が作出されたものです。岩を噛み、その根はすでに弱いを重ねて一枚の姿で岩を抱くまでに至っています。おそらくここに至るには200年以上の時が経っています。臓器盆栽として国風賞を得た名樹です。心拍。圧倒的な天然のシャリから推察すれば、500年の時を経ていること確実と言われるこの木。京都日本盆栽大観展で内閣総理大臣賞を受賞した名樹であるとともに、木村正彦先生、鈴木真治先生と、名木は名将と共に生きるをまさに物語っている空間優美の雄大な心拍です。花林、名楽寿峰、三冠の姿からなる小枝の作り見事と言えるこの木は、名のごとく、京都、洛中に、梢に多く止まる鳥たちが、群がるほどの樹層を見せています。園芸的な姿ではなく、花林の持つ立ち枝の特性を生かした自然体の名樹として、150年以上生き抜いたこの木は、柔らかい樹層でありながらも国風展最高位の国風賞を受賞しています。長寿梅、樹齢約150年。どれほどなハサミの技術を費やせば、これほどに細やかな枝打ちによる群立ちの姿に上がるものか。長寿梅の理想形として手本とされるこの木は、岡山県に従する長寿梅の名手と言われる古老大家が世に残したもので、第91回国風展で国風賞を受賞しています。現代的な作品を一つご紹介しましょう。財団慶雲庵は、日本の文化的な歴史を背景にする古典名木の保護と伝承に努めていますが、このように作品としての保存にも力を注いでいます。名将木村正彦先生が中国各地を歩いたまぶたの中の姿を描き出したものです。林立する石柱、そこに生きる木々たちの姿、アバターの中に登場する舞台となった中国武陵源の姿を彷彿とさせる現代の名作です。数多くある財団所蔵樹。今回ご紹介する最後の一組です。心拍名樹。2体でその名を風神雷神です。共に樹齢は500年を優に超えています。名将鈴木真治先生の手によって作られたこの相対する2点は、まさに俵宗達描く風神雷神を盆栽に置き換えた姿でもあります。同名の井浦隆先生が作られた風神雷神が世界的にも有名ですが、財団はあえてその気高い名前をこの2点につけたのには、その樹格の素晴らしさを世に広めたい願いが込められています。いかがだったでしょうか。
財団法人慶雲庵田中啓二会長が所蔵の名樹たちは、ご紹介すればわびチャンネルが何度できるか分かりません。古い名木を伝承し、次の時代へのアプローチ、財団法人が担う役割というのは大変深く大きく重いものがあります。まもなく開催される京都都メッセ日本盆栽大観展でも、毎年のように財団法人慶雲庵は名樹名鉢の数々を皆様に圧倒的な内容で披露されています。今年も名樹が多く出されるそうです。盆栽は歴史的なものからこれから世に出るもの、人と共に生きて次へ伝えられるものがあります。個人の所有から財団のように法人格としてそれを守る方々。わびチャンネルはアーカイブスも含めて様々な情報を皆様にご提供します。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。